はい。今演奏していたのが無音の曲として有名なジョン・ケージの代表作4分33秒です。ふざけてるのかって？いや、違うんです。実はこの楽曲は日本の文化の影響をとっても受けているんです。しかも作った本人、彼の師匠からはまだ足りないって言われてたらしいですよ。1952年の初演。演奏者は一切音を出しません。しかも最初の楽譜、ちゃんと五線譜で書かれてるんですよ。トーン記号の4分の4拍子。それで音符が一つも書かれてないんですね。しかも3楽章まであるんです。無音なのに。で、8年後に出版された版になると、紙1枚にタセット、休みとだけ書かれています。同じ曲の楽譜なんですが、8年でここまで変わったんですね。じゃあ演奏者はその4分33秒何をしていたのか。初演を弾いたデイビッド・チューダーという人は鍵盤の蓋を閉じて始めたんですね。そして第一楽章が終わると一旦蓋を開けて、そしてまた蓋を閉じて第二楽章の演奏をスタートする。それを3楽章分、繰り返しているんですよ。しかも彼、楽譜をめくっているんですよ。音を出してないのにちゃんと演奏しているんです。でも本当の狙いは無音ではないんです。沈黙なんて存在しない。流れる風も咳払いも自分の体の中で血が巡る音もその場のすべてをあるがままに聞けと。正直最初は何言ってんのって思いました。でも東洋思想がつながると分かった瞬間、鳥肌が立ちましたね。キーマンは鈴木大拙。禅を世界に広めた日本人なんですけども、ケージは1950年代の初め、ニューヨークで大拙の講義に通っていました。しかも面白いのが、その講義とこの4分33秒が生まれた時期がほぼ重なっているんです。学びながらあの曲にたどり着いたということなんですね。きっかけは大拙だけじゃないんです。友人のラウシェンバーグが描いたホワイトペインティング。真っ白なキャンバスだけの絵ですね。そしてさっき出てきた自分の血が巡る音が聞こえたという部屋、無教室での経験。この2つの影響があるともケージは自伝で書いています。ただ、大拙から受け取ったものが大きいのは間違いないですね。そこで学んだのが無、空、そして作為を捨てるということ。作曲家が音をコントロールするという音楽の大前提をケージは手放そうとしたんです。で、ここからが面白いんです。ある評伝によると、ケージが音をただ音として置きたいというと、大拙はそれじゃまだ足りないというんです。大拙が引っかかったのは、ケージの沈黙にはどこか人工的な匂いがあったんですね。人が沈黙をこしらえて差し出している。そう言ったんです。でも仏教の空は作るものじゃない。おのずからただあるものなんです。ただこれ全否定ではなくてですね、大拙はケージの姿勢をちゃんと認めていました。その上でさらに先があるよと示したんです。ダメ出しではなく導いてくれたんですね。音楽の常識をひっくり返した曲に師匠がもう一歩先を指した。いや、深いですね。演奏者が意図して演奏せず、音を出さないという衝撃の作品。世界のあるがままを見つめる大拙が説いた考え方が実はこの曲の根本にあるというお話でした。皆さんはこの作品を音楽として認めますか？